どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした60センチブセファランドラオンリー水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。なかなか思うようにいっていないこのブセファランドラ水槽。あまりにも気に入らなすぎてテこ入れをするべく、新たなミニブセファランドラたちを導入する計画を企てていました。前回まではそのミニブセが水上から水中に移行する際に溶けないかどうかを調べる実験をしています。結果、全く溶けずに1ヶ月が過ぎたので、問題なく水中にドボンできることが分かったんですが、水中に入れるとミニブセの葉がだんだん大きくなってきたんですよね。水上だと全くそんなことはないんですが、水中だと違う感じのブセに成長するようです。そんな感じでうまくいったようなうまくいってないような実験が終了した最中、実はこの水槽は大変なことになっていました。正直笑えないレベルの大変さでやばいんですが、ここら辺も包み隠さずお話していきます。唖然とすること間違いなしなので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、遡ることミニブセ実験開始の5日後、この時から順調にミニブセは順応していったんですが、その後ろに置いていたブセたちが大変なことになっています。それがこちら、溶け始めています。あの立派に育った管岩の先も溶けてますね。この手前の部分以外も結構ひどくてマジでビビる。一番ひどいのはこちら。左奥に置いていたブセたちが溶けまくってゆらゆら揺れてます。基本的にブセが溶けるときって葉先が溶けるよりも先に葉の根元部分が溶けて水面に浮くことが多いんですよね。このゆらゆらはおそらく根元が溶けて葉が今にも取れそうになっている状態だと思います。というわけで状態の確認のため全てのブセを水槽から取り出しました。まさか1週間でここまでの状態になるとは思っておらず意気消沈しております。まず最初はこちらのグリーンウェイビーから。こんな感じで溶けた葉が無残。見てもらったらわかる通り茎の部分が茶色になってます。いくつものブセを溶かした経験があるのでわかりますが、これはもうダメですね。上手に育成する方法は知らないくせに溶けることばかり知ってるやつ。ワンチャン芋の部分を残してエビにでもつまつましてもらえれば復活する可能性はありますが、タグを残したまま芋のみを管理する気力はないので捨てます。続いてはグリーンベルベット。こちらもひどいですね。というかさっきのグリーンウェイビーよりひどい。頭頂部のつぼみがついている葉はなぜか生き残っているんですが、他の部分はドロドロ。続いてはティアグリーン。なんかもう原型をとどめていません。最初から溶岩石しかなかったんじゃないかレベルで跡形もないです。これに関しては厳しそうですね。というか全部厳しいんですけど。これが一つ数万円とかならまだ粘ろうと思いますが、これだけの数で一つ数千円という絶妙な価格帯だと、復活させるための労力や時間を考えるとまた買った方がマシです。それにしてもこのブセのドロドロの葉をピンセットで取る作業って虚しいですよね。こちらは何でしょう。ちょっと映像でタグがなかったのでわからないんですが、立派な根っこだけを残し全てが消え去っています。続いてはこちらのブセファランドラティア。こっちに関しては意外と大丈夫そうですね。足元付近の葉がないのは元々の状態なので全然溶けていない部類。まあ結構ダメージはありそうですけど、先ほどのブセたちに比べたら格段に希望があります。続いてはブラウニーパープル。これは組織培養が出回る前のポット株で貴重だったんですが、見るも無残な状態に。なんか葉が残ってる印象がありますが、大半がこのようにドロドロです。こうやってピンセットで少し触っただけでポロッと取れます。えぐい溶け方してますよね。これはまだマシな方かもしれませんが、復活させる気力はないです。根っこの色も悪いんで厳しいかもしれませんね。次はなんか小さいブセなんで、おそらく組織培養株。割とまだまともですね。続いてはビブリス。意外と生き残ってます。
全くの無傷というわけではありませんが、他の株の悲惨さに比べたら全然マシです。ブセが溶ける環境なら例外なく全てのブセが溶けるものと思っていましたが、意外と丈夫なやつと貧弱なやつと分かれるんですね。続いてはこちらのピグマエア。若干溶けてはいますが、ギリ致命傷くらいで収まってます。芋だけブセになったやつらに比べたらマシ。ただ3株のうち2つは厳しそうですね。こんなんただの葉っぱの形をした何かです。続いてはブラウニーフェニックス。意外と大丈夫。なんかポット組よりも組織培養組の方がマシで意味わかりません。次はレッド。これが一番なんともありませんでした。これは後の仮説でお話しするんですが、とあることが要因になっているのではないかと思っています。好きなブセだったので完全に死ななくてよかったです。次はポットのバタンカワ。パッと見無事そうに見えたんですが、やっぱり根元付近が厳しそうですね。次はシンタン。こちらもまだマシ。ピグマエアと同じ種類と聞いたことがあるので、それで大丈夫だったのかもしれません。次はブラウニーゴースト。経験的にこのワンツーグローの組織培養株は弱いイメージがあったんですが、一株以外は結構大丈夫そうでした。見た感じ小さめの株の方が耐えてますね。今までも大きくなるまで順調だったブセが大きくなってから溶けることを何度も目にしているので、この組織培養は意外と育成始めはいろんな環境に対応できるのかもしれません。続いてはゴジラ。意外とノーダメージ。お気に入りだったので良かったです。クアラクアイアンタイプ1は若干溶けてますが、致命的なほどではありません。ポット内でも順調に育ってくれていた株なので強いのかもしれませんね。果ガンに関しては株分けしたものが若干溶けましたが、甚大な被害ではないです。そして肝心の大株果ガン2個ですが、このように先が溶けてる葉が多いですね。さすが1年以上育成してるだけあって完全に溶けたりはしていませんが、それでも結構な量の葉が溶けかけています。こういう先だけ溶けてる葉って大体後から全体が溶けてくるので、今はまだマシに見えるかもしれませんが、後々みすぼらしくなりそう。こうやって見て思ったのは、果ガンは溶けると緑色っぽくなるんだなってことです。わかりやすくていいんですが、悲壮感がぐっと増してます。個人的にはこの果ガンの群生が溶けたのがすごく残念で、思い入れも込みで精神的ダメージを負いました。そんな感じで全てのブセを見ていったんですが、だいぶひどいですね。特にひどかったのはアクアフルール社のポットブセで壊滅的な打撃を受けています。こうなってしまってはブセ水槽どころの騒ぎではなく、完全に水槽が崩壊してしまいましたね。正直大丈夫だろうと高をくくっていた部分がありました。もともと大株の果ガンが立ち上げ初日の90センチ水槽でも余裕で耐えていたのもあったり、他の組織培養ブセも半水上で数ヶ月間育成していたので、多少の環境の変化には順応してくれると期待しすぎてたんです。一度動き出してしまったからにはブセをセットする猶予時間がなく、そこで急いでしまったのが敗因。もっと計画的に行動しておくべきでした。今回解けたブセの総額はアクアフルール社のものだけでも1万円は軽く超えているので、正直考えたくないです。というか金額の問題もそうなんですが、今まで長い期間をかけて育ててきたブセたちが解けたのがショックでなりません。これから復活させようにも1年以上かかるでしょうし、その時間は取り戻せません。こうやって後悔しても後の祭りだと分かっているんですが、どうしてもそういった思考が頭をよぎります。もともとレイアウト時点から失敗したと感じていた水槽だけあって、いろいろと後悔が残りますね。ちなみに今回解けたブセと解けてないブセの違いは何だったのか考えていたんですが、おそらくこれだというものが一つあります。それは水流です。自分はこの水槽に一直線の水流が起きやすいリリーパイプを使用していました。
パイプは右側に設置しているため、水流は左の壁面に当たり、左から右へと流れていっているものと思われます。ということは、この中で一番水流が強い場所にいたブセたちは、必然的に左側に集中するわけです。特に左壁面にぶち当たって拡散した水流が当たりやすいのは左奥なので、そこに集中して置いていたアクアフルール社のポットブセが大打撃を受けたのではないかと考えています。一番右側に置いていたゴジラやレッド、流木のおかげで直撃を免れたブセたちはまだマシになっている感じです。おそらくこのリリーパイプをポピー型のものにしていれば多少なりとも変わってたのではないでしょうか。今更考えても遅いんですけどね。というわけで今回はもともと失敗していたブセファランドラオンリー水槽が壊滅的打撃を受け完全に終わってしまったという動画でした。正直この水槽に対するモチベは地に落ちていますし、今更また新しくブセを入れようなんてことは一切考えていません。ただせっかく立ち上げた水槽なので他に活用方法がないのかは継続して考えていきたいと思います。高級モスのプレミアムモスもくっつけちゃいましたしね。幸いプレモスの方は全く微動だにしておらず溶ける様子もないので安心しました。これでプレモスも消えてたらマジで泣くに泣けません。皆さんもブセは立ち上げ初期は入れるなと口酸っぱく言われてると思うので、自分のように焦って立ち上げて初歩的なミスをしないように気をつけてください。今後のこの水槽が気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。